ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、昨日公開されましたミセスグリーンアップル点描の歌ライブオン TBS カウントダウン TV ライブライブ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、こちらのつるさんのラポネボーカルルーム、ミセスグリーンアップルさんのですね、歌声を分析するのはですね、今回が初となりますが、実は僕、違う SNS の方でミセスグリーンアップルさんの点描の歌、こちらをですね、先月ぐらいにたまたまね、おすすめで流れてきまして、そこから実は毎日聴いています。ものすごいいい曲ですよね。そして今回ですね、これもたまたまなんですけど、おすすめでですね、点描の歌のカウントダウン TV ライブライブの動画がですね、流れてきました。これにですね、個人的に運命的なものを感じまして、今回歌声分析をやってみようという風な流れでございます。ミセスグリーンアップルのね、ボーカルの大森さんの歌声、めちゃくちゃ素晴らしいので、カウントダウン TV ライブライブではどのように点描の歌を歌っているのか非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ミセスグリーンアップル点描の歌ライブオン TBS カウントダウン TV ライブライブ、歌声分析していきたいと思います。このね、入りのピアノがいいですよね。いやすいません、もうね、すでに感動してます。ピアノの音色がね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。もう何度も何度も聴いたイントロなんですけど、何度聴いてもね、心に染みますね。次行きますよ。そうそう、ここでね、こう低音に行くんですよね。こっからね、すいません。歌い出す前に、一回ね、心をね、こう落ち着かせようと思って止めてしまいました。もうね、これは感動してね、涙してしまうんじゃないかっていう、今ね、そういった心境なんですけど、ほんといい曲ですよね。じゃあ、歌い出しいきますよ。音源よりもっとこうね、ソフトで優しい歌声ですよね。歌声にはね、代表的な響くポイントが3箇所あります。胸腔共鳴と言われる肺の中、口腔共鳴と言われる口の中、そして鼻腔共鳴と言われる鼻の中、この3つのですね、響きをどういう風にブレンドするかによって歌声っていうのは決まってくるんですけど、今の優しい歌声はですね、鼻にですね、多く声を入れている歌声です。鼻に声を入れるとですね、声全体が柔らかくなったり、声質が綺麗になったり、それと声質には関係ないんですけど、高い声を出す時のアプローチとして使われることがあるポイントなんですね。じゃあ次いきますよ。いいね。心が言う。ここちょっとね、音源と違いますよね。こういうね、音源と違う歌い方をするポイントを見つけるのもね、すごくね、楽しいですよね。そして全体的にうっすらとですね、息のこの音が混ざっていますね。少しだけなんですけど、ウィスパーボイスというテクニックを使っています。次いきますよ。いいね。
今ね、すごいフレーズでしたね。力強い地声から入って、裏声に切り替えて、そして最後は裏声と地声の中間の声、ミックスボイスという声でフレーズを締めるっていうね。このワンフレーズだけでね、ものすごいテクニックが使われています。次いきますね。このね、耳元で囁いてる感じがね、たまらなく感動しますね。いやー、素晴らしいボーカリストです。次いきますよ。やばいね、これは泣いてしまうかもしれないです。泣き虫でもいいかな。この最後のこの声が途切れる感じがね、すごく切なくて、もう涙腺崩壊させちゃうんじゃないかっていうぐらいね、感動しちゃいますね。次いきますよ。わー、かっこいい。いいよ。これね、もう R&B とかでよく出てくる高速フェイクっていう風に僕は呼んでるんですけど、これね、ビブラートをしながら音程をですね、こうフォールさせたり、しゃくったりするんです。こう、あーっていう風に、例えばね、こういうフレーズがあったとしたら、ここに全体的にちりめんビブラートって言われる細かいビブラートをかけながら今のフレーズを歌うんですよね。そうすると、っていう風に全体的にこうね、細かいフェイクをしてるようなね、フレージングになってくるんですけど、今ね、大森さんそういうテクニックを使ってます。これね、超高等技術なんですよ。さすがですよね。次いきます。こうね、声が引っかかるような感じのね、今一瞬あったじゃないですか。今この引っかかったところはエッジボイスっていうテクニックが使われています。ここにある仮声帯っていう器官を使って出す音なんですけど、咳払いをしたりするとね、この仮声帯っていう器官が動くんですけど、それをこうね、この音を一瞬入れることによってものすごく切ない。いや、たまらないですね。次いきますよ。いい。出会えて幸せです。ここ一回切ることによってね、なんかね、こうね、すごくね、こうぐっと引き込まれるというか、幸せですっていう風に原曲通り歌っても、すごくね、素敵なメロディーなんですけど、幸せです。ここね、一回切ることによって、最後のフレーズこうね、ぐぐっとこうね、耳が引きつけられるというか、そういった魅力ありますよね。じゃあ次サビですね。聞いていきたいと思います。ソフト。もうこれ泣いちゃうね。これは泣いちゃいます。裏声の部分はね、先ほど言った鼻腔共鳴、こちらの声の響きがいっぱい使われているかな。すごくね、マイルドで優しい裏声ですよね。いやー、表現力の怪物ですね。同じ裏声でもね、いろんな表現の仕方を持っていますよね。素晴らしすぎる。次行きますよ。ここはちょっと強めなね、地声だと思います。先ほど言った3つの代表的なポイントの胸腔、胸の響きですね。こちらが歌声にブレンドされてます。胸の響きが声に足されていくと、声質がたくましくなったり、太くなったり、そして声量が大きくなる。こういった特徴があります。次いきますよ。ここでね、盛り上げるんだね。ここのハイトーンはですね、ミックスボイスと言われる地声と裏声の中間の声が使われています。で、ミックスボイスもですね、いろいろ種類がありまして、種類というか先ほど言った声の響きのね、バランスによって声質は変わってくるんですけど、裏声と地声の中間なんですけど、胸の響きがですね、やや多めに表現されてるんです。なので、力強いミックスボイスという声を使っていることになります。次いきますよ。
やー、最高の締めですね。力強く、うわっとこうね、盛り上げたと思ったら最後はこうシュッと締めるっていう、このね、音量差に心持っていかれますよね。ダイナミクスっていう風な言い方を音楽やってる方の中ではね、言うんですけど、まだね、曲の前半なのにすごい感動しています、僕。次行きますよ。音源の歌声よりもやや鼻声って言っていいぐらい鼻腔共鳴の響きを多めに使ってると思います。すごく声に特徴が出ていたと思うんですけど、それは鼻に入れた声の量がですね、音源よりも多くなっていることが理由の一つだと思います。次いきますよ。あー、かっこいい。あ、メロディーをね、すごく自由に崩していますよね。今歌ってる時の感情がね、そのままフレーズに出ているのかな。ものすごいフレーズでしたけど、いやー、最高すぎますね。次行きますよ。わあ、今の一瞬のね、ためがいいですね。増えてゆくかな、ちょっとね、ためた感じ。すごく素敵ですね。そして大森さんのすごいところはですね、ものすごく音域が広いっていうのももちろんそうなんですけど、僕が個人的に思う大森さんのすごいところは先ほど言ったダイナミクスですね。声量をぐわっとね、上げたと思ったら、ものすごく小さな歌声でフレーズを締めたり、その逆もしかりなんですけど、多くのボーカリストはですね、そこまで歌のフレーズに音量差っていうのはつけないんですよね。音量が大きくなるポイントって言ったら、音域が高くなるところだったり、そういった部分だと思うんですけど、同じぐらいの音域だったら、同じぐらいの声量で歌うっていうボーカリストがすごく多い中、大森さんはですね、同じぐらいの音域でも声が大きいところ、小さいところっていう風に音量差でも感情を表現してるんですよね。これが歌の表現力がですね、3T で感じ取れる。これが大森さんのね、すごいところだと僕は思います。次いきますよ。いいエッジボイスがね、また入りましたよね。で、そしてフレーズの最後は高速フェイクでフレーズを締めるっていうね。いやー、最高だ。次いきますよ。そうそうそう。次のサビ前のね、ピアノ。ここがね、いいんですよね。今ね、ハミングでのフェイクが入りましたよね。ハミングっていうのは口を閉じた状態で声を出すことをハミングって言います。で、口を閉じてるので声の響きの中心は鼻になるんですけど、すごくね、こう心が癒されるような質感の歌声になっていたかと思います。次いきますよ。はい、来るよ。いや、この爆発力がすごいね。今目つぶってんのは涙が出そうなんです。すごく感動してしまいました、今のポイント。いやー、素晴らしい歌ですね。ここでね、ものすごく強い歌声、チェストボイスと言われる先ほど言った肺の中の響きがね、ものすごく使われた声だと思うんですけど、そして音域的にはかなり高いのでミックスボイスですね。いや、もう感動しすぎて言葉にならないですね。素晴らしすぎる。次いきますよ。かっこいい。今ね、気づいた方いっぱいいると思うんですけど、息を吸う音がすごくね、目立つ形で入っていたと思います。こういう息を吸う音が入ってくると、なんかね、いつも以上に気持ちを込めて歌ってるんじゃないかっていう風にね、そういう風に思ってしまって、さらに感動しますよね。次いきますよ。で、大森さんの裏声めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これはですね、先ほど言った代表的な3つの声が響くポイントとは別に、頭部共鳴っていう声の響かせ方があります。頭を響かせるタイプの声なんですけど、こちらをですね、うまく使って歌を歌っています。
で、頭部共鳴の特徴としては、めちゃくちゃ高い声を出す時に必要だったり、声質がね、めちゃくちゃ綺麗になる響きなんですよ。なので、大森さんのですね、声の美しさの理由の一つは、その頭部共鳴を使っているからだと思います。次いきますよ。ほら。裏声の部分めちゃくちゃ綺麗でしたよね。今のがね、頭部共鳴。頭部共鳴も細かく言うと2種類あって、ヘッドボイスと言われる頭の前方向を響かせるタイプと、後頭部を響かせるスーパーヘッドボイス。この2種類があります。で、ヘッドボイスより後ろのスーパーヘッドボイスの方が声が美しくなるんですけど、大森さんはですね、スーパーヘッドボイスというタイプの頭部共鳴を使っています。気づけないくらいにみたいな感じの歌い方かな。僕がやってもね、大森さんほど綺麗な歌声は出てこないですけど、いや本当に素晴らしすぎますね。何回言うんだって話ですけどね。次いきますよ。うわー、綺麗だーねえ、裏声綺麗ですよね。で、大森さんはですね、今のポイント、割と地声部分と裏声部分の声質の差をはっきり出すタイプですね。こういう風に地声と裏声のね、声質の差をはっきりと区別するのもすごく味があってかっこいいんですけど、どういう風に声を出してるかというと、裏声を例えば後ろに引くっていう感じで出したら、地声の時は前に出すとか、声を出す方向を変えるんですよ。そうすると裏声と地声の声質差っていうのがはっきりしてきます。逆に裏声と地声の声質の差だったり切り替えのポイントを滑らかにするためには裏声も地声も同じ方向に出してあげるとすごくね声質の差が滑らかになります。気になった方はぜひね練習してみてください。次いきますよ。うわすごいねこの表現力。地声でねドカーンと言って、そして裏声でソフトに。で裏声の部分もめちゃくちゃ高いんですけど、地声の部分も地声で出すにはめちゃくちゃ高いんですよね。いやこの音域の広ささすがですよね。次いきますよ。うわすごくかっこいいね。いやーここまでの表現力は日本で大森さんの横に並ぶ人いないんじゃないかっていうぐらい素晴らしい表現力ですね。めちゃくちゃ感動します。次いきますよ。あ、感想ね。いやオーケストラアレンジもいいですよね。すげえかっこいい。でこっからC メロが始まりますよ。もうね、もう気持ちマックスのままずっとね、聴いてたんで、ここで一回ね、ちょっと落ち着きますね。いやー、素晴らしいバンドですよね。ミセスグリーンアップルさんは。いや、本当に点描の歌に会えてよかったなというふうに思います。さあ、気持ちがね、少し落ち着いたので、次の C メロ聴いていってみましょう。いきますよ。いいね。こうね、リズムが遅れた感じがね、すごく味があってかっこいいですよね。ものすごくライブ感が出ているというか、いや、めちゃくちゃレアですね。次いきますよ。かっこいい。たまらない。たまらないですね、これはね。いやー、本当にね、この動画をですね、公開してくれてありがとうございます。期間限定なのでね、10月1日までなので、まだ見てない方はぜひね、概要欄にリンク貼ってありますので、そちらから飛んで見てみてくださいね。次いきますよ。うわすごい。すごいね、このグワッと上がる感じ。でね、ここでもやっぱり、こう、どんどん盛り上げていって、最後はこう、ふっとね、声量を下げてフレーズを締めるみたいな表現してますよね。ここがさすがですよね。多分普通のボーカリストだったら、そのままね、最後まで盛り上げちゃうと思うんですよ。でも最後声量を小さくするからこそ、フレーズ自体がね、丁寧に聞こえるというか、いやーいいですね。次いきますよ。美しい声。
いや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 、この声はやばすぎるでしょ。この声ね、ミックスボイスなんですけど、先ほどから言ってるね、胸腔共鳴の響き、チェストボイスですね。こちらの成分がものすごく多い状態になってます。動画からでもわかると思うんですけど、ものすごい声量が出てると思います。いやー、こんな力強いハイトーンなかなか聞けないですよね。圧倒的な基礎力と圧倒的な技術力。この2つが両方持ってるからこそ出せる声なんじゃないかなというふうに僕は思います。次いきますよ。いや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 、もうすいません。ワンフレーズずつ止めちゃって、もう感動しちゃって、もうね、気持ちを伝えずにはいられない。あんなにね、パワフルな声できたのに、ここでね、繊細なハイトーンの裏声。いや、このね、声をフレーズごとに切り替えてね、どんどんこう、表現している様がですね、もはや神に見えますね、大森さんが。歌声の神。この言葉がね、すごく似合うんじゃないでしょうか。次いきますよ。いいね。最後はね、地声できましたね。地声というか正確にはね、ミックスボイスなんですけれども、すごくね、力強い歌声でね、こうね、やっぱり気持ちが引き込まれますよね。次いきますよ。うわー。ほら、このね、ダイナミクスやばいですよね。もうね、実はずっと涙目なんです、僕。あまりね、これで言うことでもないんですけど、もう終始感動してますよ。次いきますね。わあ、繊細。繊細でいってちょっと盛り上げましたよね。いや、一曲の中で歌声と地声の割合半々ぐらいかな。普通だったらね、地声がメインで、ちょっと1アクセント、2アクセントで裏声を使うみたいな感じだと思うんですけど、で、裏声をね、ここまで多く使ってしまうと、全体的に盛り上げるところが盛り上げられなかったりするかなっていう風に、歌い手はね、思っちゃう方多いと思うんですけど、だからね、アクセントとして裏声を使うっていうボーカリストが多いんですよ。でも、大森さんはね、裏声の表現力がほんと化け物じみてるので、ここまで裏声を使う割合が多くても、歌のね、世界観が半端ないですよね。ちょっとね、気持ちが高ぶりすぎて、僕がね、何言ってるのか分かんなくなったら、本当に申し訳ないんですけど、いやー、素晴らしすぎますね。次いきますよ。いいね。これね、いいですね。ジェスチャーが入ってくると、やっぱりね、歌詞の世界観がすごく伝わってきますよね。そしてエンディングに向かってね、どんどんね、力強い歌声から優しい歌声に変わってますよね。続きが気になります。いきますよ。なるほどね。優しい歌声でそのまま終わりまで行くのかと思ったら、ここでまたドーンと盛り上げるんですね。いやー、最後まで目が離せないですね。もう本当に予想ができないような表現方法でですね、すごく聴いていてワクワクします。次行きますよ。わー、いいね。このね、メロディーの崩し方がまたたまらないですよね。いやー、どれだけ表現の引き出しを持ってるんだろうっていうふうに思っちゃいます。すごいですね。次いきますよ。いやー、たまらん。もうすごい声のオンパレードですね。もうね、すいません。語彙力なくなってしまって本当に感動してます。次いきますよ。いい。最後のはーってこのウィスパーボイス。これがなんかため息みたいな感じがしてね、すごく心に染みました。歌はここで終わりで、次もエンディングかな。でもなんか大森さんフェイクとかしてくれますかね。ちょっと聞いてみますね。いい。今、こ
こんな感じかな。こう全体的にウィスパーボイスでね、さらっと歌ってるように聞こえるんですけど、ものすごい難しいフェイクでしたね。次いきますよ。ハミング。わははは。いやー、最高ですね。ここで終わりかな。終わりっぽいね。わははは、最高でした。あ、かわいい。いやー、素晴らしすぎました。ミセスグリーンアップル、天秤の歌、ライブオン TBS、カウントダウン TV、ライブ見ていったわけですけども、もうね、表現力が素晴らしすぎる。もうどれだけ引き出しがあるんだろうっていう感じですよね。そして凄まじいまでの、ものすごく広い音域と声質の数々。いやー、ここに至るまでものすごいね、努力をしたと思うんです、僕は。それがね、大森さんの歌声に全て込められていると思うとね、感動してしまいます。僕はね、天秤の歌きっかけでミセスグリーンアップルを知ったんですけれども、こんな素晴らしい歌を聴いてしまうと他の曲もね、チェックしたいなというふうに思ってしまいました。なのでね、ぜひおすすめの曲がございましたらコメントで教えていただけたらなというふうに思います。もっともっとミセスグリーンアップル詳しくなりたいです。ぜひお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。